はい、今日はこいつね、これミル貝、本ミル貝ってやつですね。ミル貝のお刺身作っていきたいと思います。で用意するのは大葉とわかめと、すだち、わさび、この辺はねレモンでもいいと思いますし、大根のつまでもいいしって感じですかね。そしたら、ミル貝さばいていきたいと思います。ミル貝なんですけど、これさばき方じゃないんですけど、これね水を結構みんながに持ってるんですよ。でこういうのって大体キロ単価で売られてるんですよね。なんで買うときはこうね、水をねギュッと絞ってから買うとね、なんていうの、その水の分値段が安くなるんで、買う機会あったら絞ってから買った方がいいと思います。ミル貝とか貝さばくときは大体こういう貝むきっていうのを使うんですけど、用ナイフでも何でも大丈夫で、ミル貝、本ミル貝のさばき方は、貝柱がね大体ねこの辺とこの辺にあるんですよ。白ミルっていうのも、白ミルってこの白いミル貝もいるんですけど、白ミルはねこの辺とこの辺にいるんですけど、本ミルはねこっち側が奥の方にいるんで、そこだけ気をつけて剥いていけたらなと。でこう貝むきを貝の間に差し込んでもらって、でこんな感じで沿わせると簡単に貝柱外れるんで、貝柱外したら今度反対側も同じように外してあげると、こういう感じですね。そしたらこことここね、こっち側に貝柱で、ここのね実がねここにくっついてんですよ。なんでここね浮かせると結構削っちゃうんで、それだけ注意してください。はい、そしたら反対側も同じようにこうやって貝柱取ってあげて、ここがくっついてんですよ。なんでここ剥いてあげて貝柱取ってあげると、そうするとこんな感じで実が外れるんで、ここから実を剥いていきましょうと。ここまで剥けたら今度ミル貝っていうのは基本的にここを刺身で食べるんですよ。と食べるとしたら、あと紐と貝柱で、ここはあんまり食べないんですけど、焼いたりして食べれるんで、この辺ばらしていきますね。まずねこっち側のね大きい貝柱は簡単に手で外れるんで、手で外して、でここは、包丁でこう切っちゃいますね。でそうするとこういう形になるんで、あとここを包丁で外しますと。でこれはこんな感じで、このエラがついてるんですよ。この貝のエラを外してあげて、でこれで貝柱と親の肝の部分で、あとはここですね。ここはこのついてる膜をちょっと軽く外してあげて、でこの硬い殻があるんですよ。この殻を剥くんですけど、頭は簡単に剥けるんですけど、こっち側剥けないんで、ここはお湯してから剥いていきますね。これ今回お湯で剥いていくんですけど、お湯が沸いたら、塩一つまみ入れてもらって、でここだけ先にお湯に入れて、でその後に全体入れて剥いていくって形ですね。でここにね直接塩をして、でそのままこそげるように剥いていくって方法もあるんですけど、これはね若干ね貝の生臭さが残るかなって感じなんで、今回はちょっと熱湯で剥いちゃいますね。先にここだけお湯につけるんですよ。で10秒ぐらいかな。でそしたら今度全体つけて、でこっちはもうさっとで大丈夫ですね。で、氷水に取ります。
で、氷水に取ったら、あとは剥いていくだけですね。これね、ナイフとかで剥いちゃう人もいるんですけど、結構身に傷がつくんで、僕はね、爪で剥いてますね。こんな感じで、こう、剥けていくんで、このね、白ミル貝はピーって引っ張るだけで簡単に剥けるんですけど、本ミルの方はね、意外と剥きづらいんですよね。こんな感じで爪で剥いていきますと。でね、これね、結構ね、こことかここのなんていうんですか、このくぼんでるところにこの殻が残りやすいんで、もうそれだけ注意してくださいって感じですかね。で、この辺に残ってる変な膜みたいなのもきれいに剥いてあげて、全体がこうきれいになれば大丈夫ですよと。そうですね、こんな感じですね。こんな感じで全体きれいになってれば、食べられるかなと。そうしたらこっちの身さばいていくんですけど、まずここで切っちゃいますね。で、ミル貝はね、こっからね、こっち側に開いていくんですよ。で、真ん中に入れて、こう開いてあげると、こんな感じで貝が開けるんで、で、ここに、なんか、肝っていうか、なんか変な膜みたいなのが残ってるんで、これ掃除してあげてくださいと。でね、このね、ここになんかあるでしょ。こいつがね、結構ね、僕はね、磯臭くて嫌いなんで、こいつも取っちゃいますね。こんな感じで、包丁で押さえて取ると、これね、簡単に取れるんで、こいつをこう包丁で押さえて引っ張ると、これね、簡単に取れるんで、取った方が僕は美味しいかなと思いますね。で、たまに砂噛んでるのがいるんで、砂噛んでたら砂洗ってあげて、特に砂噛んでなければ最後先をこんな感じで落としてあげて、で身の処理は完成です。あと刺身に切るだけですね。で、紐の方もこの薄い膜を掃除してあげれば刺身で食べられるんで、これ紐と身は水管、こっち水管ね、紐と水管はこんな感じで完成ですね。こっちの貝柱はそのままで構わなくて、こいつね、この本体の方はこれね、こうやって開いて、こっちから開いて、焼いたりして食べるんですけど、これね、結構開くとね、この肝がなんていうんですかね、すげえ気持ち悪いんですよね。で、こいつは包丁でこうこそげるように取ってあげて、で、食べたい人は焼いて食べてくださいって感じですね。美味しいは美味しいですよ。はい、こんな感じです。さあ、こうして肝掃除してあげて、で、焼いて食べると。あんまり刺身じゃ食べないんですよね。たまに刺身で出してくれるお店あるんですけど、どっちでも好きな人は食べてって感じですね。ミル貝のお刺身盛り付けていきたいと思います。で、貝類お刺身にするときは結構ね、こうやって貝殻使ってあげると意外と豪華に見えたりするんで、よかったら使ってあげてください。好き嫌いあると思うんですけどね、シンプルに出す方が好きって人も結構多いですけどね。ではわかめ切ってあげて、盛り付けてあげて、
まあ大葉ね、大葉あるとなんか刺身には大葉がつきものみたいな感じなんで、とりあえず大葉持ってあげて、で盛り付けていこうかと思います。はい、そしたらミル貝切っていきます。でね、ミル貝はね意外といろんな切り方があって、まあとりあえずこう半分で落としてたんですけど、こうやって切っていく人と、あとなんかこうやってここにねバッテンカノコっていうんですけど、カノコにしてこうやって切る人と、まあなんかいろんな切り方あるんで好きなように切ってください。あとね、まあこう細く切って糸作りみたいなね、縦にこう切るだけの人もいますね。まあ僕はねこうやってこう包丁入れてあげて、でこうやって切っていくとこう結構なんていうんですかね、こう先が開いて綺麗かななんて思ってたりするんですけど、そうですね、こんな感じで切ってますね。でまあ最後はこう包丁入れてあげて、で叩くとこう最後ね、この貝の身が生きてればギュッと身が締まるんで、そうするとまあ歯ごたえあって美味しいかなと。こんな感じですね。こう結構深めに包丁入れてあげて、で、まあ、叩くとこう身が締まるんで、こうやってね、こんな感じでね、それでまあ紐と貝柱適当に添えてあげれば形になると思うんで、そうですね、こんな感じですかね。であとはもうすだちだとかわさびだとかを添えてあげて、で完成って感じですかね。すだちもねこの種取る人とまあ好みはいろいろあると思うんですけど、僕はね意外と種取らずにそのままの形が残ってた方が綺麗かななんて思うんで、取らずに盛り付けちゃいますけど、でまあそうね、わさび添えて、まあ醤油で食べてもいいし塩で食べてもいいしって感じですかね。はい、こんな感じでミル貝のお刺身完成ですね。